皆さん、こんにちは。東京ベジライフのなつきです。今月はビーガン特集ということで、対談動画をいろいろとお届けしてきたんですけれども、今日は最終回ということで、最終回にふさわしい、とてもスペシャルなゲスト様をお呼びしております。で、今日は、アート・オブ・ビーガン・クッキング、創造性を、広げてくれるビーガンクッキングというテーマで、ピースフォークイズインの高島良也さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。僕、ね、最終回なんですね。そうなんです。最終回なんです。今月3回にわたって毎週土曜日やってきまして、今日が4回目の最終回でございます。大鳥を飾っていただいて。大丈夫か？で、りょうやさんのことを皆さんご存知だと思うので、本当にもうね、紹介なんて必要ないっていう感じだとは思いますが、りょうやさんは230万人超の方々がチャンネル登録をされている Peace for Cuisine という YouTube チャンネルを運営されていて、で、ビーガンクッキングの奥深さ、可能性を独特なシネマチックな映像で発信されている方です。で、ピースフォークイジンとは別に、りょうや高島というご自身のお名前のチャンネルもお持ちで、そちらでは DIY だったり、旅行の様子、タイムラプス撮影、Vlog など、よりパーソナルなコンテンツを発信されています。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。で、りょうやさんはもう、10年くらいですかね、YouTube をされて、2010年に Peace for Cuisine を開設されたっていう。そうですね。ちょうど10年ですね。2010年からやってます。すごいもう長い間 YouTube をされてるんですけど、実は私もYouTube を始めようと思ったというか、ビーガンになりたての頃にいろいろビーガンのレシピとかを検索していて、で、りょうやさんの動画にたどり着いてというか出会って、で、りょうやさんの動画の中で、クッキング動画の作り方みたいな動画があったじゃないあ、ですか。ありますね。はい。そうそうそう。それを見て、カセットコンロはい。を使って、なんか撮影してるんですみたいなお話されてて、あ、そっか、みたいな、なんかすごい失礼な言い方なんですけど、あ、これならなんか私でもできるかなと思って、すごいこう軽い気持ちで、クッキング動画とかを撮り始めて、それが本当にきっかけだったので、りょうやさんの動画が、きっかけでですねここまで来てるんですけれども、そういう感じでそのビーガンクッキングに関わらずにお料理動画とかYouTube でアップされている方で、りょうさんの動画がきっかけでとかすごい参考にしてやってるんですっていう方すごく多いと思うんですけど、その10年以上、YouTube をやってこられて、いろいろ多分あったと思うんですけど、もちろん達成できたこと、経験できたこと、学べたこととか、そういうのをこう振り返ってみると、なんていうかな、率直にどう思いますか？どういうことが頭に浮かびますか？え、10年振り返ると、うーん、飽きてきた。あ、さすがにね、10年やってるともう飽きてる。もう3、4年前からぐらい前からもう飽きてる。飽きてるそうなん。更新頻度にもう如実に現れてますよね。全然更新してないですからね。心の離れが現れてたんですね、そこに。だからね、もうちょっと割ともう満足してるんですよね。うで、ーん。もうレシピの数も、もう本当に、僕のチャンネルだけじゃなくて、その他のチャンネルでレシピ動画を提供してっていうのもやってたんで、なんかそっちと合わせると、なんかもうレシピ動画がもう2、300本くらいあるんですよね。うーん。だから検索しても、なんかない動画がそんなにないっていう感じになってきたんで、もうあとは検索してもらえれば過去の動画がいっぱいあるんで、まあ、来てない。そうですね、試行錯誤で、どうやったらいい感じに動画作れるのかなとか、そういう模索しながらやってたので、で今はなんかもう料理の動画が、割ともう完成しているというか、うん。
なんかもうなるほど。満足したんです。そうなんだ。まあ本当にいろんな種類のお料理のレシピをすでに開発されているので、確かにもう、例えば何々食べたいなって思った時に Peaceful Cuisine で検索すれば大そう、体出てくる。あるんですよ。うんまあ別にうん改良して、もう一回レシピ作り直すとかでもうん。全然いいんですけど、まあ、そもそも僕、普段そんな料理しないんで、あ、そうなんですね。そうです。外食が多い。いや、外食が多いわけじゃないんですけど、なるべく料理に時間を使いたくない。ああ、なるほど、なるほど。ね、やっぱビーガンだと多分わかると思うんですけど、あんま外食したくないじゃないですか。うんうん、なんか選そうです。択肢も少ないし、食べれるところも限られてるし、うん、で、まあ妥協して食べることもありますけど、でもなるべく家で食べたくなるじゃないですか。うん、こう何が入ってるかわかるし、どういうふうに調理されてるかもわかるし、で、そうなると、もう結構な割合で自炊しないといけないじゃないですか。うん、で、自炊に、まあ1日3食自分で食べるとして、結構時間かかるじゃないですか、料理作るのって。まあ、うん、すごい簡単な料理でも、やっぱり最低でも30分とか、ね、なんか最初から最後まで全部入れてってなったらかかるんで、その時間はなるべく削りたいですね。うん、うん。手軽にできるものをパパッと作ってうん。食べてっていう感じですか、普段は。だからもうほぼ料理はしてないです。うん。まあ、多まあ、分、料理屋さんの中では料理と呼いやいやいや、べるような。もう本当にしてないですよ。そうなんだ。夏は、うん。もう、オクラを切って納豆入れてただけですから。あ、サラダってことですね。よくわかんない。味付けとかは、もう凝ら味付け、ないですね。うーん。塩か醤油か味噌かみたいな。うん。小食な方ですか？あんまり食べない。どっちでも大丈夫ですけど、うん。小食でも大丈夫な方です。体的には。うーん。すぐ太るので、あ、そうなんですか？へえ。量が増えると、すぐ太りやすい体質というか、そうなんだ。へそうなんですよ。だから、うっかりしてると結構体重増えちゃうんで、え。うん。へえ。今、なるべく意識してちょっと少なめに食べるようにしてないと、あれですね。うん。なんかジムで結構運動とかされてるじゃないですか。あ、しますよ。うんうん。そう、やっぱりその筋肉作りとかいうのを考えたときに、ちょっとプロテイン多めにとか、そういうのもあるんですか、食事は。あ、でもプロテインは飲みますね。朝だけ今は飲んでますね。うんうんうん。あとは納豆とか食べてます。うん。普段作るときに和食が多い少ない多国籍なんかありますか？もうどこの国の料理かよくわかんないものを食べてるますね。そうなんだ。いろんなスパイスとかもバーって入れちゃってみいや、たいな。スパイスはそんな使わないですけど、うん。例えばまあ、納豆とオクラだったら、まあ、そこそば茹でて入れたりすることもあるんですけど、はいはいはい。でもそこにマスタードを入れたりとか、おもうなんかー。よくわかんないじゃないですか。そうですね。でも海苔も入れたりとか、うん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 。なんかそこにビーツが入ったりとか、はい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 。まあ、なんかその時期に買える野菜とか入れるんで、なんかもうよくわかんないですよね。それは冷蔵庫にたまたまあったから入れてみたなのか、それとも、なんかビーツ食べたいなと思って入れてみたのか、それともビーツ入れたら意外と美味しいかなと思って入れてみたのか、どんないや感じの。ー、ビーツ入れてまんま美味しくならなそうですよね。なんかたまたまあるんですよ。うんうん野菜買い行ったら、あ、ビーツ売ってるって珍しいんで、うん。うん。それで、そうやってこうパッと作ってみて、すごい料理が完成しちゃったっていうこともあるんですか、たまに。うん、あんまないですね。でも、なるべく凝らない方が美味しいですよね。シンプルな方がね、確かに。うーん。じゃがいもとか、この前なんか夏に作ったやつがすごい美味しくって、何入れたんだっけな、玉ねぎと、なんかインゲンとかと、じゃがいも、人参とかを普通にもうオリーブオイルと塩コショウだけ絡めて、
うん。あとニンニクか。ニンニク入れて、オーブンで焼いただけのが、今年一番美味しかったです。美味しそう。野菜は結構こだわって調達されたりするんですか？あ、しますね。はい。知り合いの農家さんとか、地元の京都のお野菜とかも結構使いますそうでか？すね。割と近くで朝市やってるので、ファーマーズマーケットみたいなやつ、毎週日曜日の朝やってるんですけど、まあそこは割と頻繁に行きますね。まあ、京都って言っても結構広いし、都会な京都って限られた部分だけじゃないですか。うん。ヨヤさんお住まいの京都はどんな感じのところなんですか？割と田舎な感じないや、のか。もう街中ですよ。ああ、そうなんですね。うんうもうん。京都駅も自転車で行けるし。うん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 。なんか以前は関東の方に住まれていて、で、まあ、ちょっといろいろな理由があって京都に引っ越しされてって聞いてるんですけはい。ど、でもやっぱりシティボーイですか？なんかその都会化す。そうですね。あんまりど田舎は、うんって感じですね。そうなんだ。やっぱちょっと便利な方がいいかなっていう。うん。でもあんまり都会すぎるとあれなんで、だから京都すごいちょうどいいですね。うんうんうん山もあるし、うん。うん、川もあるし、京都そうですよね。ちょっとなんか市内から出ただけですごもうい山しかないですよ。山そうそう山深いっていう感じですよね。ビーガンになられたのは、さらに YouTube より長い2007年からっああ、だと思いますね。そんぐらいですね。13年ぐらい。うん。ていうことなんですけど、その13年間、やっぱり13年前って多分ビーガンっていう言葉すら日本で知られてなかったというか、誰も知らなかったぐらいのはって感じですよね。感じですね。なんかベジタリアンでかろうじて、ああ、なんか野菜のあ、人宗教の方ですかみたいな感じですね。そうそうそはい。うそう。そういう感じ、扱いですね。かもしれないんですけど、そこから13年経って、その今までの、なんていうか、日本だけじゃなくて、その世界での、そのビーガンとか菜食の動きとかを見てきていらっしゃって、どう思いますか？今のこう変化について。いやー、変わりましたね、だいぶ。ローソンでオーガニックのバナナが買えるなんて。おー、まあ、田確か辺農園ですけど。確かなんか食に対する意識が変わってきてるんですかね、やっぱり。何なんでしょうね。ちょっと謎ですけどね。ちょっとなんす。なんで流行りなんじゃないですか、ちょっと。ああ、でも流行りで終わらないといいですけどね。まあ、終わるわけないでしょうね。うん、そうですよね。さっき、その外食がめんどくさいみたいなうん。話も、まあ、めんどくさいというか、あんまりしたくないよねみたいな話があったと思うんですけど、まあ、とはいえやっぱり選択肢が増えれば増えた方がね、嬉しいですよね。でも今ね、モスバーガーとかうん、ドトールまでありますもんね。うん、うん、うん、ビーうん。ガンバーガー。そうそうそう。ちょうど昨日食べました。食べあ、ました。食べました。いや、モスバーガー食べたんですけど、ドうん、トールはまだ食べてないですね。うん、うん、うん。欲しかったですか？ なんか思ったより、ごめんなさい、そう全然褒めてない。結構、結構、いや、なんか、モスバーガーの方が、なんか、すごい、ちょっと割高感というか、ああ、なんか、確かに。600とにかく、円ぐらいしますもんね。なんか私結構食べるんですよ。食いしん坊なので、結構ボリュームとか気にす確かに。る方で、確かに、1個じゃちょっとって感そう、じですね。ご飯にするには。で、中のパティとかもすごい小さいじゃないですか。うん。だからなんか、パティの味が分かる前に終わっちゃったよみたいな感じだったんですけど、ドトールはなんか300いくらぐらいで、うん。割となんか、バンズもしっかりなんかあ、厚みがあった。そうなんだ。パティもなんか厚みがあって、きんぴらごぼうみたいなのが挟まってるんですけうん。ど、それもなんか味濃いめで、結構、なんか、いいかなって思いました。この前、イケア行きましたけど、イケアのレストランいいですよ。
うーん。めちゃくちゃ種類ありますよね。イケアだどこのイケアですか？いや、多分日本全国やってじるんじゃゃなくて、ないですかね。りょうやさんがいあ、らっしゃる。僕ですか？僕行ったのは、なんか大阪の鶴浜っうーん。ていうところかな。まあ、大阪の港の方にあるやつです。そう、最近原宿にもできたじゃないですか、イケアが。あ、そうなんです。そう、原宿の駅前にドーンってイケアができて、ええ、そう、そこがもう、なんか入ったらすぐカフェみたいななっうんてて、うん。そうそう、私ちょっとまだいろいろ食べてみたことはないんですけど、なんかビーガン的なものがいろいろあるらしいっていうのは聞いてるんで、アイスクリーム50円ですよ。安い。でもちょっと怖いですね、50円何が入ってるんだろう。確かに。どんな大きさなんですか？割とちっちゃい、ちゃんと。アイスはちっちゃいです。うんうんうん。そっか。でもそういう、そうですね。10年ぐらい前に YouTube を開設されたときに、Peaceful Cuisine っていうん、う名前にされて、どういう思いで名付けたんですか？ Peaceful Cuisine から。いい名前ですよね。うん、すごい。なんか、誰かが自覚を調べてくれて、うん。なんかすごい最強なんですよ。ピースフルクイジンって。へえ。夫まあ、それは置い婦。といて。あ、はい。はい。でもまあ、今はちょっとね、その言葉に対するイメージ変わりましたけど、なんかビーガンって、本当10年前とかは、割と、まあ僕の中のイメージでは、結構動物愛護の人とかが結構反対みたいな感じで、結構割と強く活動してる人たちが結構目立ってたようなイメージがあっうん。て、で、ビーガンっていう言葉だけは絶対使いたくなかったんですよ。自うん。分の、まあ、ウェブサイトとはい。YouTube のチャンネルをやるにあたって。うん。それで、まあ、ビーガンじゃない単語で何かいいのあるかなって考えたところ、まあ、思いついたのがピースフルクイジンっていう。ただその今、ビーガンっていう言葉を使いたくなくてっていうお話があったんですけど、りょうやさんのノートうん。の記事、生い立ちの記事にああ、も、はい。はい。そうそう、なんかビーガンっていう言葉は使いたくなくて、なんかビーガンかどうかなんてはっきり言ってどうでもいいみたいな、なんか書かれ間違いない。てで、まあ私も実はあんまりビーガンっていう言葉は使いたくないなとは思っているんですけど、りょうやさん的にはなんでビーガンっていう言葉はあんまり使いたくないっていうのがあるんですか？まあ、そもそも、なんか、人を分けてる感じもするんで、こう、うん自分たちから自ら境界線を作って、私たちはビーガン、あなたたちはビーガンじゃないみたいな感じにして、なんかこう、分ける感じも、なんか自分は感じたので、なるべくなんかそういうのは嫌だなと思って、うんうんまあ、分けてもいいんですけど、まあ、やっぱり一番は、やっぱり本当これ僕のただ個人的な印象なんで、実際どうだったかっていうのは、まあ、とりあえず置いておいて、まあ、本当10年以上前って、やっぱりちょっとビーガンっていう言葉に対して、なんかちょっと攻撃的、もしくは、なんか暴力的なイメージが僕の中にはあったんで、そうんの世の中でビーガンとかに対して、こう、ビーガンのことについて発信している人たちのこうエネルギーとかうん表現の仕方とかを見てると、やっぱりちょっとなんか攻撃的、うんうん、俺たちはビーガンで、お前たちは動物たちをいじめてるとか、環境破壊してるとか、なんか結構攻撃的な人が割と昔は目立ってたような感じがしたので、まあ、今はちょっと違うかもしれないですけどね。昔はなんかそういうイメージが僕の中にあったので、うん。できるだけ使いたくないなっていう。うん。うん。そうですね。今はだいぶ印象変わってきてる。結構変わってきた、うん、感じはしますね。うん、ただやっぱりその昔からのなんていうかイメージをうん。引き続き持ってる方もたくさんいらっしゃるのかなっていう気がしてて、だから、ちょっとそのビーガンっていう言葉を出しただけで少しこうネガティブな感じになってしまうのはすごいもったいないなって私は思っうん。てるので、だからなんかあえてわざわざビーガンって言う必要ないかなっていう気もしたりとかしてるんですけど、どっちでもいいですしね。どっちでもいいってことはでもないんじゃないですか。なんか、ウェブサイト
ては、うんと、でも英語では結構ビーガンについて熱い思いを語っていらっしゃるじゃないですか。いや、でも、どっちでもいいですよね。うん。本当に。うん。そそれはれは、人それぞれの選択なので、うん、僕が決めることではないし、うん、うん、僕が何かこういう、例えば YouTube のチャンネルをするにして、まあ、他の人に影響を与えて、まあ、彼ら、そういう動画を見た人が影響を受けて、まあ、ベジタリアンになったとか、まあ、そういうのは全然あるかなと思うんですけど、まあでも、世の中の人全員がビーガンに絶対なった方がいいとかうん。は思ってないので、でも、その Peaceful Cuisine の、まあ、動画とか、りゅうあさんの動画がきっかけで、ビーガンになりましたとか、ビーガン続けてますとか、ビーガンの楽しさを知りうん、ましたみたいなメッセージは嬉しいですか？ まあ嬉しいですね。よかったです。それすらも別にどうでもいいっていう感じだったらどうしようか。まあ確かに。うんうん、そもそもりゅうあさんビーガンになったきっかけがある一冊の本だったっていうことなんですけど、はい。その本は何だったんですか、ちなみに。それは、神との対話っていう本ですね。うーん、知ってます？いや、知らないです。あ、なんと。あ、なんかすごい、何年前なんだろう。2、30年ぐらい前の本ですよ。うーなんかベん、ストセラーだったらしいですけどね。うーん、それをたまたま手に取られて。そうですね、たまたまですね。うーん、うん。うーん、暇だったんですよ。お、20、20代前半の時。うん、すごい、慢性ジンマシンでうーん、全然治んなくて、で、普通、日常生活送れない状態だったんで、うーん、暇だったんですね。うん、うん、うん、図書館行って、本めっちゃ読んでた時があって、で、そのうん、時の一冊ですね。全然、そう、食事とか関係ない本を読んで、全然関係ないんですよ、神との対話って。食事についてほとんど書いてないですから。あ、そうなんだ。うん。その本、3冊あるんですね。あ、3冊なんですね。はい。うん。で、3冊目、読んでる途中で書いてあって、うん。衝撃的なページが、自分にとって。で、うん。もう食べなくていいと思って、その時から。うーん、そうなんだ。そのお料理を本格的に始めた時にはもう菜食だったっていう感じですかね。いや、僕、料理は今まで本格的にやったことは一回もないですよ。うん、でも結趣味なんで。構本格的全然、な料理。全然本格的じゃないですよ。そうなんですか。はい。僕結そう。構いろんなジャンルの料理を作るんですけど、うんうんうん。おそらくその道のプロからしたら、もう間違いだらけのことやってるんで、うーん、じゃあどう見てみる。全然、はい、僕全然もうそこら辺のクックパッドに投稿してる人たちとかと同じレベルなんで。そうなんですか。そんな認識なの。でも、なんか普段作っていらっしゃるお料理と、そういう動画とかにアップされてるお料理ってちょっと違うのかなっていう感覚を受ける。全く別物ですね。っていうことはやっぱりその動画に上げるものに関してはすごい手の込んだというか、まあ、レシピは作りますけど、うん。動画にアップしようと思うお料理っていうのは何かこうきっかけがあってインスピレーションとか、あ、これ作ろうみたいな感じですか？どういうふうに。うん、なんかそういうのが多いかもしれないですね。でも普段食べているものの中で、あ、これ作ろう、動画にしようっていう感じではなくて、どちらかというと、あれ作りたいと思って動画用に作ってみるっていう感じですか？うん。普段食べてるものは簡単すぎるうん。ので、動画にする意味がないですね。うん。でもやっぱりシンプルなものが一番美味しかったりしますもんね。まあ、美味しいというか、僕もうなんか、ここ何年かずっと思ってるんですけど、うん。料理する人ってどんどん減っていくと思うんですよね。うーん。寂しい。はい。本当ね、減っていくと思いますよ。だから料理動画もどんどん需要なくなっていくでしょうね。
時間がかかるからっていうのと、あとどんどん、自ら作らないにしても、すごいクオリティが高い、で、安全性も高いっていう、レトルトの食品とか、フリーズドライの食品とか、そういうのがどんどん出てくると思うので、うん。まあ、そういう気持ちもあって、もしかしてその手の込んだお料理を、まあ、今までレシピにしてきて、で、ちょっと時代の流れと、うん、それが、まあ、合わないというか、うん、なんうん。か違うかなそれもありますね。うん。っていうのもあって、ちょっと心が離れてきちゃってるっていうのもあるんですかね。でも一番の理由じゃないですね。一番の理由はやっぱりもう自分が多分料理動画作ることにもう満足してるんで。うん、うん、うん。うん。まあ、そういう意味ではすごい、もう達成感があるっていうことなんうん、ですか。ありますね。うん。じゃあ、ピースフォークイズイはこれからどうなっちゃうのかな。わかんないですね。更新がピタッと止まるかもしれないし、うん。なんか違うことやり始めるかもしれないし、う料ん。理関係で。まあ、動画でレシピをこう作っていらっしゃって、作ったものを実際に食べていただきたいとか、食べてもらうとか、そういう、まあ、例えばレストランをするとか、カフェをするとか、あんまりそういうのは興味ない感じですか？絶対やらないです。あいや、の、昔はうん。料理教室とかやってたんですよ。うんうんで、うん。知り合いのカフェとかを借りて、月に1回だけとかカフェやってたりしちゃうんですね。うん。ただ、その、実際にオフラインでそういう料理教室とかカフェとかやっても、自分が、結構時間かかるんですよね。料理教室とかやったことあります？あります。大変じゃないですか。大変です。内容考えて、それを告知して、募集を、応募してきた人をリストを作って、で、前日には材料全部用意して、で、当日、まあ、朝から準備じゃないですか。はい。で、実際に教えて、後片付けして、みたいな。で大変な割に、その来てくれた人にだけにしか伝わらない。確かにね。料理教室にしろ、カフェにしろ。うん。来て実際に食べてきてくれた人にだけにしか伝わらないんで、だったらそれを一回動画を撮って YouTube で公開してしまえば、世界中の人がクリック一回で見ることができるんで、そっちの方が全然伝わるの早いじゃんと思ったんですよ。うん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 それが10年前です。うん。なので、料理教室とかそういうのも、もうどんどんやらなくなって、動画の方が早いなと思ったんで。その気持ちで始めた動画が、やっぱ日本人の方だけではなくて、世界中の方のね、ハートを掴んでいると思うんですけど、りょうやさんのファンの方、海外の方すごい多いですよね。アメリカが一番多分多いんうん。だったかな。もうでも最初から狙ってやりました、それは。ああ、インターナショナルな感じにしようと。はい。それ狙っ、だって、うん。日本語でやると、地球上の今何億人ですか？ 78 億人ぐらいいます。うん。の、日本語がわかる人って1%うん。ちょっとぐらい。2% はいないじゃないですか。はい。日本語でやると地球上の 1. 点何の人にしか届かないんです。うん。でも英語でもうわかるようにすると、それが一気に50%ぐらいになるじゃないですか。リーチできる範囲の。うん。うん。でも絶対英語でやった方がいいと思って。うん。で、今も喋れないですけど、英語喋れなかったんで、だから、喋るスタイルじゃなくて、字幕うん。でやれば、なんとか字幕ぐらいはつけられるんで、うん。で、ああいうスタイルになりましなるほどね。た。喋ってやってもよかったんですけど、うん。でも一番最初の頃なんかちょろっと喋ってましたよね。なんかキッあチン。れはもう本当に料理教室をそのまま動画にしたんです。あ、そういうことか。はい。うん、そうなんですね。でもそれはもうすぐやめて、その手元を取ってみたいなスタイルになってでも、た。もともとそっちがやりたかったんですよね。う綺ん。麗な、うん。かっこいい映像でやりたかったので、うん。でもその時、10年前ってまだ、ビデオカメラでやってたんですよ。その一眼レフのカメラに動画の機能ついてなくって、
まあ、月始めぐらいの時期だったんですよ。うん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 だから選択肢なくって、で、お金もなかったんで、まあ、ビデオカメラ安いやつ買って1万円ぐらいの。うん。それでやり始めましたね。そこから試行錯誤で。そうですね。カメラも変えて、で、編集ソフトも変えて、やったら割とクオリティが、ガッと上がったんで。うん。まあでもそういう意味では、今、まあ、私もそうですけど、今の時代、その YouTube とか始めようと思った時に、すごい簡単ですよね。なんか楽全部 勝ですね。なんか始めようと思ったら全部何でも初心者でも、手に入るところにそうあるし、ですね。ハウツービデオとかも超いっぱいある。山のようにあるんで、楽勝です。誰でもできます。まあそんな中でその YouTube10 年とか続けてきていらっしゃって、チャンネル登録者数がね、もう230万人以上とかいて、で、割とりゅうやさん、まあイメージ、好きなことやってるようなイメージがあるんですけはい。ど、だから、なんか人生本当順風満帆だよね、みたいな風に思ってる方も多いと思うんですけど、実際はなんか悩んだりすることとかあるんですか？ ないです。悩むとなんか、あれですよね。結構割とネガティブに悩むっていいんですよね。まあそうですね。うん、悩む、そう。落ち込んだりとか、ないです。ないんだ。ないです。楽観的とかいうことでもないんですよね、でも。いや、相当あ、楽観的だと思いますね。そうなんだ。何やってもどうにでもなると思ってるんで。うーもし、ん。失敗したりとかしても、うん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 どうにでも、どうにかなるとは思ってるんで。うん。ペルーのダークルームなんか、いや、メキシコですね。ごめんなさい。メキシコのダークルームに行かれたのは、なんか私勝手に何かすごい思い悩むことがあって行ったのかなと思ったんですけど、そうじゃないんですね、じゃ全然違いますよ。あ。全然違うんだ。多分、思い悩むことがあってダークルーム入ったら発狂すると思いますよ。行かないそう方がいいですね。か。本当真っ暗なんですか？完全真っ暗ですね。うーん。9日間入ってました。い飲まず食わずで。そういうわけじゃなくて。や、ご飯は食べます。ダークルームで。はい。真っ暗な中で。どういうふうに食事がサーブされるんですか？さささみたいな。入り口の横にうん。宅配ボックスみたいなのがあって、ほう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 。で、両側に、こう、遮光の布があって、で、あ扉があって、あ、はで、い。中繋がってて、はい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 で、はい。僕は朝と夜をご飯お願いしてたんで、ええ、ええ。大体朝になると、ホテルの人が、ホテルっていうか、宿の人が届けてくれる。うーで、ん。僕がそれを中から取って、で、食べたらまたそこに置いとくと回収してくれる。うーん。でもちゃんとベッドとかあるんですか？もうなんか床。あります。一つの部屋の中にベッドとシャワーとトイレがついてます。あ、そっか、シャワーも浴びるんですね。ダークルームの中で。もう途中からなぜか水シャワーでしたけどね。まあそれはじゃあ全然悩みとかそういうんじゃなくて違う理由で行きましたというこ興味と。本位ですね。興味本位。はい。興味本位。なるほど。そうなんですね。へえ。いや、普段なんか、まあ運動とかは結構されるっていう話なんですけど、運動もあんまり結構気晴らしとかいうよりかは、本当に体力作りとか、そういう感じですか？いや、だからもう、ストレス発散とか、気晴らしとか、うん。ないですね。ストレスがない。ストレスはないと思います。うーん。それって子供の頃からそうなんですか？それともなんかもうどこかの時点でもうストレいやスとかお別れしようと思って。自分はストレスないと思ってたんですけど、うん。その、ビーガンになった時の慢性ジンマシンうん。の原因がストレスだったんで、うん。昔はあったんでしょうね。
うんうん。今はないです。ビッグ YouTuber になられたっていう、なんかご自身で実感とかあるんですか？ビッグじゃないですよ。いや、ビッグじゃないですか。全然ビッビッグじゃグじゃない。ないですよ。そうですか。でも街歩いてて気づかれたりとか。ああ、声はそうですね。かけられますね。うん、海外でもかけられますか？海外の方がかけられます。あ、そうなんだ。海外、どこでもですか？どこ行っても声かけられますよ。そうなんだ。へえ。それ、ダークルーム入ってたメキシコのど田舎の街でも声かけられましたもん。へえ。俺納豆作ってるんだけど、みたいなこと言われて、納豆作ってんなんて。あんな、メキシコのなんかこう、上半身裸の、なんかこう、ロン毛の兄ちゃんが車運転してて、なんか向こうから来て、お前はピースフルクイジンの寮やだろ、みたいな言われて、そうへだよってえ。街歩いてる。ダークルームから出て、ちょっと街歩いてたら声かけられて、お前のレシピで今納豆作って納豆みたいな。納豆、すご発いですね。酵食品が好きらしくて。へえ、すごいな。そうか。だからそういうなんか、納豆って、納豆はビーガンはビーガンだけど、でうん。もビーガンとか全然関わらずに、なんていうかな、いろんなレシピをね、やって使ってくださってる方が世界中うん。にいるっていうのはすごい嬉しいですよね。まあですね。まあですね。りょうやさんでもドライなわけじゃないんですよね。なんかこうパッション、熱い部分とかもあるんですか？謎ですね、それは自分。そうなんだ。感情はあんまない方だと思いますね。でも、例えば、フォレスト・ガンプ見て泣いちゃうとかもない？あ、フォレストガンプまだ見てないんですよね。フォレスト・ガンプじゃなくて、タイタニック見て泣くとかないんですか？タイタニックは泣かなかったですね。そうですよね。いい歌だなと思いながら見てました。あ、でもえー感動しますよ、します、します。うん。たまに泣きそうにはなりますけどね。泣いたことはないかもしれない。うーん。別になんかグッと抑えちゃうとかじゃなくて、あ、じ単純ゃなくて、はい。あんまりその感情が表に出てこないタイプの方なんでしょうね、きっと。うん、だと思いますね。そうか。そんなりゅうやさんにとって、今の生活は結構理想に近い感じですか？まあ理想ですよね。うん。時間が無限にありますから。なんか、やらないといけないことを極力作らないようにしてるんで、なんか時うん。間がかなり自由なんですよ。もう本当に24時間、うん。自うん。分の使いたいように使える状態なんで、もうここ何年もずっと。やっぱりお金が一番とかフォーカスの方とかだったら、いくら YouTube 230万人登録者いるって言っても、どん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 新しい動画作って、どん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 もう大きくしてっていう感じになると思うんですけど、やっぱりょうさんの場合、もうやめようとしますからね。あんまり更新頻度が上がってなかったりとか、ちょっと心が離れてるみたいなことを正直にお話しくださったりとかしてたりするので、お金がフォーカスではないんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんかこう、人生ででも、これはやっぱり自分にとって大事なんだよね、みたいなものってあるんですか？大事なもの。でもやっぱり、一番興味があるのは、人間にとって何を食べたらうん。体が完全な状態を保てるのかっていうのはすごい興味ありますね。それまだ僕も答え出てないんで、うー別にん。ビーガンになるからといって、一切病気にならないわけじゃないじゃないですか。そうですね。うね、ん。マクドナルドのポテトとコーラだけ飲んでたってビーガンですから、その何を食べてれば、まあ、虫歯にもならずに体の健康も完璧に維持できるのかっていうのはちょっと興味はありますね。うーん。人によって違うんでしょうけど、微妙に。うんうんうん。ファスティングとかはされますか？
昔はしょっちゅうやってましたね。あ、そうなんですね。ただ、ファスティングというよりかは、ジュースフィースティングですね。うんうんううん。んなんかジュースだけ2週間とかはうん。しょっちゅうやってました。2週へえ、間。はい。長いですね。なんかもう、2、3日も過ぎると、普通になってくるじゃないですか。ああ、なるほどね。ただ結構いつまででも続けられますけどね。うんうんうん。確かに確かに。慣れてきますもんね、空慣れ腹に。ますね。うん。まあでもやっぱりそういう食に関する興味というか、ベクトルは向いてるっていうこありますね。はい。とうんね。ビーガンっていうのが別に全然最終到着地点ではないので、うん。うん。でもなんかストレス感じることがないっておっしゃるりょうやさんでも、アンチはそれなりにストレスですか？全然。いや、アンチはうん。大ファンだと思ってるんで。だって、例えば僕が、例えば10分の長さのレシピの動画を作るとするじゃないですか。で、公開するじゃないですか。10秒以内に低評価つきますから、うん。もうそういう人たちってだから、僕のチャンネルのノーティフィケーションをオンにして、通知が来たら速攻で来てくれて、うんうん。速攻で見てくれるんです。もう大ファン。大ファンですよ。ありがとうございますって感じですね。確かに、ラブとヘイトは裏返しですからね。ですね。うん。大好きなんですよね。なるほど。全然ストレスじゃないです。で、僕結構そういうアンチのコメントが来たら、割と返すんですけど、まあ、うん。全部には返さないですけど、うん。そうすると意外となんか、すごい素直な人だったりとか、結構文字だけだと、向こうが確かどういう感じでコメントしてきてるのかって、なんかこっちの受け取り方次第で見方が変わっちゃう可能性が結構高くって、に。で意外とこうコメント返すと、割と向こうも、あ、そうだったんだとか、うん。なんかそういう感じで返ってきたりもするんで、ううん。ん。まあ確かに。受け取り方は要注意ですよね。うん。それはすごい私も感じます。なんかこの人すっごい感じ悪いなと思って返うん。信してみたら、なんか、いやでもすごい応援してるんですみたいな。そうなんですよ。応援してるそうなんです、感をそうなんです。出してくるんですよ。応援してるのはもっと優しいこと言ってくれればいいのに。そうそう。あれがなんかね、文字になっちゃうと結構、ううん、ん、冷たく感じたりしちゃうんで、確かにね。うん。まあだからまあ、基本コメントしてくる人は大ファンですよ、みんな。そう思ってれば大丈夫です。なるほど。まあでもコメントしてくださる方もね、ちょっとそういうのを片隅に置いていただいて、文章だとネガティブにというか、うん。捉ちょっとえられる可能性はありますね。可能性はあるので、なるべく優しい言確かに。葉をふんだんに散りばめて、コメントしてくださると、すごくクリエイターとしては嬉しいなと。うん。確かに。まあそんなりゅうやさん、なんか Do What You Love Circle っていうのをやってるじゃないですか。オあ、ンラインやってますね。はい。みたいな。あれ、いつから始めたんですか？あれ、7月ぐらいですね。割とあ、最近ですよ。あ、そうなんだ。へえ、どうですか盛り上がりぶりは。あ、結構面白いですよ。うーん。日本全国な感じですか？世界からも。何人か海外いますね。うーん。うん。なんか、りょうやさん、その動画制作とかも全部一人でされてるじゃないですか。なんか割と一人でいたり、一人でいろいろするのが好きなのかなって思ったりとかするんですけど、でもやっぱそういうコミュニティがあるっていうのも、それはそれで楽しい感じですか？いや、逆に、今までずっと一人で全部やってきたんで、今度はちょっとそのチームを組んで何かやれないかなと思って、で、そのサークルやってるんですよ。ああ、そうなんですね。なるほど。参加してる全員じゃなくても全然いいんですけど、まあ何人かピックアップして、うん。まあ映像を作るなら映像を作るで、うん。それをちょっとチームでなんかやりたいと思っていて、あ、そうなんですね。うん。えいや、今までそのずっと一人でされてたのって、一人でやりたいと思ってやってたのか、それともちょっと、まあ、試験的に
人入れてやってみたけどうまくいかなくて、やっぱ一人でやろうみたいな風になったのか。いや、人を入れたことはないのと、うん。あと、自分にしか結局できないんですよね。うん。なんか料理動画を撮るにしても、細かい設定であるとか、このシーンはじゃあこのアングルでとか、全部結局自分で決めないといけないんで、人がいると逆に時間かかるんですよ。うん。わかる。だから一人でやった方が早いし、一うん。人じゃないとできないんですよね。うん。なんか私も動画撮るのはまだいいけど、うん。編集とかさ、任しちゃいなよとかよく言われるんうですけど、ん。でも任すって言ってももう撮る時からこのアングルでこういう映像を作ろうと思って撮ってるのに、うん。それどう任せればいいのみたい本当ですよね。な。説明しきれないし、みたいな。そっか。なんだけど、これからはもうちょっとチームっぽくそうですね。して、ちょっとチームで何かを作るっていうのをやりたいので、うーん。じゃあ今一番楽しいと思ってることは何ですか？今ですか？うん。今。今。いや、でもなんか、いろいろありすぎてよくわかんないですね。そっか。常に結構いろんな興味がある感じですか？これも、あれもやってみたいな、興味あるな、みたいそうですね。ちょっとそれが多すぎるんで、今優先順位を決めて、やってる感じですね。な。あ、そうなんですね。うん。あ、コロナが終わったら真っ先にあそこ行きたいなとかあるんですか？どっか行きたいところ。9月にアラスカに行きたいとは思ってますけど、オーロラですか？そうです。うん。あと、氷河うん。と、国立公園とか。うん。あんまり将来とか考えない感じですか？考えちゃうと、やっぱり行動が自分でこう制限かけちゃうと思うんで、うーん。まあ、海外にね、ファンの方がたくさんいらっしゃるっていうことで、ファンの方にメッセージがあれば。喋れないのにな。喋ってる海外の、じゃないですか、でも動画で。あの動画でなんか英語で喋ってるのは、はい。い書いて、それを読んでる感じですか？や、書いてないですよ。じゃあ喋れるじゃないですか。はい。あれはうん。自分を追い込んでるんです。おお。その、喋る状況を自分に無理やり作って、うで、喋ん。る練習をしてるだけなんで、うん。それは練習のためって感じですか？もう英語。完全に練習のためですね。う別に動ん。画見られなくてもいいです。いやいや、見てますよ、みんな。見てる。Thank you for watching my videos. I really appreciate for your support. Thank you. でも考え方次第だと思いますけどね、ストレスが溜まるか溜まらないかって。うん。ね、なんか物事が起きた時に、その自分がどう捉えるかによって、多分ほぼ全て決定されるんで、うん。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 自分のね、なんかなんか、し、視点、うん。視点か。視点さえ変えられれば、うん。そうですね。まあ、うん、物事自体を変えることはできないけど、うん。それをどう見て、どう受け止めるかっていうのは自分次第ですもんね。そう。で、それだったらいつでも自分で変えられるんで、うん。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 なんかね、悲しいことが起きても、ポジティブに考えると。ありがとうございます。やってみたいと思います。皆さんもぜひ、りょうやさんのアドバイスをもとに、ビーガンとは全然関係ない話ですけど、確かに、ビーガンの話あんましなかったですね。ちょっとしましたよ。ちょっしましたか？と最初の方に。まあでもビーガンに関わらずにね、やっぱり楽しくハッピーにポジティブに生きていくっていう中でりょうやさんみたいな生き方もすごく参考になるところがあるんじゃないかなと思うので、今日の動画を楽しんでいていただけたらとても嬉しいです。長時間のご視聴またありがとうございました。そして、今月4回にわたって、毎週動画を見に来てくださった皆様どうもありがとうございます。
来月もまた違う動画をいろいろ配信していきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思いますし、りょうやさんの Peaceful Cuisine の動画も本当にいろんなレシピがたくさんあるので、もう思う存分アーカイブを皆さんご覧になって、新しい動画もね、ちょいちょい全然出てこないわけじゃなくて出てきます。そうですね。3ヶ月に1本ぐらいは。いやいや、もうちょっと出てると思いますよ。ので、ピースフォークイズンだけじゃなくて、りょうやさんの個人の方のチャンネルもぜひチェックしてみていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。See you next time!